こんにちは、ワンガミです。成田駅にやってまいりました。今回はね、成田山の新勝寺をお散歩していこうと思います。成田山っていうのが名前の通り成田市にございまして、成田空港からね、30分ぐらいで来れる場所にあるんですけど、新勝寺っていうのが日本で一番参拝者の多い重要文化財とかもね、たくさんあるお寺らしいです。で、今回目的が3つございまして、1つ目が本堂を参拝すること、もう1つが甘味処で甘いものを食べること、最後にうなぎを食べることですね。新勝寺の参道って参拝者が多い分めちゃくちゃ発展しておりまして、いろんなお店があるらしいんですね。で、その中でもうなぎが特に名産らしいので、ぜひそちらいただきたいと思っております。というわけで早速お散歩していきたいと思います。というわけで参道を歩いてるんですけど、いろんな店がありますね。思ったよりもご飯どころが結構多いかなって思ってたんですけど、陶器だったりとか着物だったりとか、そういう日本の名産みたいなところのお店もたくさんあったりして、あとね、結構新しめのお店、カフェだったりとかね、ダイナーだったりとかも入ってたりして、店舗の外装は日本の風景に馴染むように作られたりしていて、すごくなんかデザインが面白いんですよね。歩いてるだけで結構楽しいですね。めっちゃ坂道だ。すごいかっこいい。やばい、本日終了しちゃったらしい。ここで食べようと思ってたんですけど、どうしよう。ちょっと別の店見つけるしかないですね。ちょっとね、こちらの川戸屋さんで食べようと思ったんですけど、だいぶ今混んでるっぽくて、また後で食べに来ようと思います。もしくは先に茶屋に行くのもありですね。今逆に甘味処が空いてるかもしれない。というわけで、甘味処三好屋さんにやってまいりました。で、こちらで私が座った席からの景色なんですけど、もうすごくないですか？この自然と古い建物と、この新しい建物の融合された空間。で、入っていく時のアプローチもね、ここ通っていくんですけど、これ抜けた先にね、この景色が広がっているっていう、この秘密基地的なね、空間がもう本当に素敵ですよね。いろんなね、小物とかも置かれてたりして、すごい可愛かったです。で、私が頼んだのはこちらのぜんざいですね。これにね、焼いたお餅をつけて食べるんですけど、すごく香ばしくて甘くて美味しかったです。で、漬物がついてて、この塩気とぜんざいの甘み、行ったり来たりすると甘さがすごい際立ってめっちゃ美味しかったんですよね。で、この敷物、これ模様がすごい綺麗で思わず撮っちゃったんですけど、この焼き物もね、形とかね、模様とかすごい綺麗ですよね。割り箸袋もね、肉球が可愛い。食後にね、わさびの牡蠣と一緒に冷たいほうじ茶をいただきました。すごくね、すっきりしてて美味しかったです。休憩するのに本当に最高の空間だったので、ぜひお立ち寄りいただけたらと思います。というわけで、新勝寺の方にやってまいりました。この辺りの景色、抜け感がすごいですね。お寺よりも高い建物が周りにないっていうのがすごい気持ちがいい。ちょっとね、いろいろね、見て回りたいところがあるんで、このまま散歩を続けてみようと思います。お参りしてきます。はい、参拝してきました。おみくじも引いてきたんですけど、すごくないですかこれ。大吉でした。いやー、めっちゃいいですね。幸先がいい。
おみくじのところにうせもの思いがけないところから見つかるって書いてるんですけど、私ここね、歩いてる途中にピンマイクのポップガードをなくしてしまいまして、もしかしたら帰り道に見つかるかもしれない。今、新勝寺の敷地内にある成田公園というところに来てるんですけれども、ここにね、滝があるらしくって、ちょっと探しに来てます。滝の音は聞こえるんですけど、なんかどんどん離れてってるような気がする。道がね、なんかこんな感じで階段が見当たらないんですよね。普通に下っていかないとダメなのかな。いや、ここめっちゃ涼しいんですよね。日光をね、木が遮ってくれているのと、風がね、いい感じに体を撫でてくれるので、すごくね、心地いい。やっと階段を見つけた。ちょっと転ばないように気をつけないと。やばい、普通に沢の音だったかもしれない。嘘。いやでもこの川を登っていけば多分滝にたどり着きますよね。というわけでやってまいりました。夕日の滝ですね。滝ってなかなか見る機会なかったんですけど、すごく神秘的な空間ですね。周りの視線が止まっているのに対して、この滝の水は流れ続けている状態。この静と動のコントラストがこの滝を主役たらしめているゆえんなのかなと思いました。自然が生み出す芸術というか、この雄弁さみたいなものをひしひしと感じましたね。釈迦堂にやってまいりました。ちょっとお参りしてきます。このお坊様たちが五百羅漢というらしくてですね、お釈迦様に付き従ったお弟子さんたちの中でも特に優秀な500人のお坊様、皇帝というらしいんですけど、一つとして同じ顔で彫られてる絵がないとのことで、すごい、ここまでたくさん彫るのってもはやもう執念ですよね。さすがに歩き詰めでだいぶお腹が空いてきたので、参道の方に戻ってうなぎをいただこうかなと思います。めっちゃお腹空いた。だいぶもう現時点で結構歩いてるんじゃないかな。1万歩ぐらい行ってると思うんですよね。めっちゃ歩いたんで、いやちょっとね、美味しいもの食べるのが楽しみですね。というわけでね、お昼のピックからずれまして、なんとか入店することができました。2階席に通していただいたんですけど、全面座敷になっていて、すごく風情がありましたね。店頭でね、うなぎ焼かれていたんですけど、もう匂いが美味しそうすぎて、期待が最大限に高まっております。で、私が注文したのは普通のうな重のご飯大盛りで、早速届いたんで開けてみるんですけど、もうね、見た目からして美味しいのは確定しておりますよね。お箸でちょっと崩してみるんですけど、この柔らかさと油の乗り具合で、実際に食べてみたところね、最強の身とタレの辛みとご飯の相性が抜群すぎて、一気に食べてしまいました。いや、もうめちゃくちゃ美味しかったです。はい、というわけでね、今表参道の一つ中に入った道を歩いているんですけれども、成田山新勝寺とその周辺散歩してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。表参道の方が結構純和風な建物だったり、ご飯屋さんだったりね、たくさんありつつ、和モダンな結構最近のデザインの建物もあったりなんかして、いろんな層の人が楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。成田空港からね、結構近い位置にありますので、もしお時間ありましたらぜひお立ち寄りいただくといいかなというふうに思いました。というわけで本日も最後まで見てくださいまして、どうもありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。